我は最果ての魔王ディープブリザードである。いやさすがにぶっ続けで数時間喋り続けると若干喉がやられ気味の魔王ではあるが、そんなことはともかく、ライブ 2D 超入門講座第3部仕上げ物理演算、そしてフェイスリグの実装を行っていこうと思うであるぞ。もうな、一番難しかった顔の XYZ の設定が終わったからの、もうあとは余興みたいなもんである。みたいなことを言うと肩透かしを食らうかもしれぬが、このな、仕上げ物理演算という項目をするだけで、よりキャラクターを魅力的にライブ 2D で動かし、そしてフェイスリグに実装した際にもとても滑らかにキャラクターを動かすことができるので、ぜひぜひこの第3部も気を抜かずやっていこうであるぞ。では画面の方早速切り替えていこうと。間違えた。こうしてこうだ。というわけでこちらがこれだな、第2部までに作ったキャラクターを若干ちょっと手直しをした。手直しても若干程度だろうな。一回これ閉じておこう。で、我慢動いて、ランダムポーズをさせてみるか。第2部の最後でも見せたが、顔の奥行きだったり、横向きだったり前後をつけたことで、よりキャラクターが魅力的に動けるようになったというのが、こんな感じになったのか。これまでが第2部の状態であるな。これをこれからより魅力的に動かしていく方法というのをちょっとやっていこうと思うのである。まずこの顔が前後左右に動かないでも体が全く動かんというのはな、さすがにちょっと体が硬い感じがするので、ちょっと体に前後の動きを入れていこうと思うのである。この体の Z 曲面を入れた、これであるな。このワープデフォーマーを選択した状態で新しく入れて、体の、前後の曲面というのを 2×4 で作成をする。でちょっとこれで角度 Y に入れていきたいのだが、一回、連結は解除して角度 Y の部分に前後で入れるようにしよう。これでまず頭を下げたときに体も下がるようにちょっと体を下げる感じでパラメータを作っていく。ただこれだとちょっと体が下がっただけなので、この頭部の回転 Z を角度 Y に導入する。これは頭部 Z をそのまま角度 Y に入れればいいので、頭が下がった時に首もちょっと下げる。こんなするとこんな感じでより下を見ている感じが強調されるのがわかるであろうか。で、上を見た場合は、よいしょ、同じように体を上に向けて、で頭部の回転 Z のちょっと上に持っていく。あんまり首を上にすぎる長く見えすぎるのでね。これでこんな感じで頭を前後に動かしたときにぐいぐいと体がこう前かがみになったり
上に反ったりするように見えるようになったのがわかるであろうか。でちょっと全体で引いた時にもこんな感じで大きく体のパーツが動いておるように見えるのがわかるかな。で次にこれであるな。体を横に向けて、頭を横に向けた時に体も連動して横に体の角度をつけていこうと思うんである。そう、ここには実際体の回転 XYZ といって体につけるのはここじゃねえのかって思う方いらっしゃるかもしれないのであるが、フェイスリグだとこの体の回転ってあんまり認識しないんであるよ。なので我は頭のこの角度 XYZ に体の回転も入れるようにしておるのである。ではこの角度 X にするために体の前後曲面のワープデフォームを選んだ状態で体の X 曲面というのを、でもこれだとダメか。一回閉じる。その前に胴体と足とスカートか。胴体選んだ状態で、これで、胴体の胴体の X 曲面、胴体、足、スカートのパーツを選んで、スカート裏を選んだ状態だな。で、作成をすると。これで角度 X を入れて、横を向いたときに、こっちの体をちょっと潰して、こっちの体をちょっと広く出す。これでこう体が横を向いたときに横を向くようにできるので、これで動きの反転も入れてあげれば反対側にも同じように動いてで、リボンにもリボンの X 曲面でベジェの分割数は 2×2 にして作成をすると。で角度 X に3点ポイント入れて、体が動いたよりも若干大きめに動かしてあげると、こんな感じで体の変化がより大きく動くので動きの反転を入れてあげよう。こんな感じで体が大きく動いているように見えるであろうか。ちょっと首とか腕がこのままだと硬いので、首のパーツを選んで、首は首の Z 曲面をもうすでに作っておるので、首の Z 曲面を選んで首のX ワープを 2×2 で作成する。たら、角度 X に3点入れて、首も同じように手前と奥を動かして、よいしょ。
こんな感じで首もちゃんと動いてるように見せて、でこれも動きを反転してあげれば反対向きにも作れるようになる。これでほらもうだいぶ体がぐりぐり左右に動いておるのができるようになったのがわかるかな。では次はじゃあ右腕にワープデフォーマーを入れて、これも 2×2 で、よいしょ、いいかな。で右腕の曲面を作成で角度 X に入れて、右を向いた時にはちょっと潰して、で左を向いた時は腕をちょっと伸ばして、こんな感じで。次右腕は2つのパーツになっておるので、今回はまず肩にまずついておるこの左腕上をワープデフォーマーを入れて、体に左腕上の曲面を作成する。で角度 X に3点ポイント入れて、手前に来るときには腕を広く、反対側に奥になったときにはちょっと狭めて奥に行く。これで腕も置けたと。で手前にある、左腕下を選択して、でこれはワープデフォーマーでいいか。ちょっとこれまでとは違う動きをするのだが、まあこれはワープデフォーマーで良いかなと思ったので、左腕下の曲面をレジェンド分割は2で作成で角度 X に入れて、手前になったらちょっと伸ばして、でワープデフォーマーも実はこうやって回転ができるんだよな。回転して腕のポーズに合わせますると、こんな感じで横を向くとちょっと腕の形というか角度を変えるというのができるのだな。こうやってあげればちょっと手首の角度もつけるようにできるのである。で奥に行ったら腕を下げると。こんな感じで手に大きく動きができるので、角度がついたことでよりこう表情がつく動きができるようになるのであるぞ。この、第2部前の部で教えたようなワープデフォーマーと回転デフォーマーを使ってあげるだけで、こんな風に体に奥行きを出したり動きにダイナミックさを出してあげることができるのである。でここまでつけたら角度 XY をよいしょ角度 XY を統合して、こうやって見るとこんな風にもう体がいろんな方向にあれこれ動けるようになったのである。もちろんこの角度 Z も加わるので、こうやってポーズをつけてあげると、ランダムポーズをつけると、もう一つの絵とは思えないぐらい複雑な動きというか、いろんな動きに対して体が全体的に動くので、すごくダイナミックなキャラクターになるようになったのだな。だいぶしっかりと動いてきたと思うのである。でここまで動くと結構破綻が出る可能性があるので、このランダム A、ランダム B のポーズをちょっと使って、こう急にパーツが
ちぎれたりよじれてないかとかをちょっと確認しておこう。この状態では問題なさそうだね。こうやってまたランダム B だとまた違う動きになるので、あんまりちょっと人っぽい動きではないが、どんな風にパーツが動いておるのかとか、こう見えちゃいけないパーツが見えてないかとか、変に途切れてないかという確認をするには、こういう、動作確認用だなの動きをやるのも良いであろう。大まかに問題はないであろう。じゃあパラメータをデフォルト設定に戻して、これで、我が基本的につける体の動きというのが完成した状態になるのであるな。よいしょ。ではここから物理演算というモードに入っていこうと思うんだ。物理演算というのはさっきみたいに顔を動かしたり体をひねった時にそれに追従して髪の毛を揺らしたりパーツなどをこうひらひらとさせることができるのを、自動で計算してもらうことを、物理演算というのであるが、それをこのキャラクターに入れていこうと思うんだ。物理演算を入れるためには、パラメータがもうすでにこう髪揺れとして用意されておるので、今回髪の毛とスカートを揺らす動きをこの要素の中で入れていこうと思うのであるよ。じゃあまず髪揺れ前なので、髪の毛の前髪を動かす要素として入れていこう。髪の毛の前髪を選んで、髪の毛の Z 曲面、髪の毛の曲面、Z 曲面を作っておるので、よいしょ。新しく、よいしょ。前髪、揺れの曲面を頭部に作る。この前髪の Z 曲面を選んだ状態で、前髪揺れの曲面を作成しよう。で、髪揺れ前というパラメーターにこの前髪揺れの曲面を3点で設定をする。で、1になった時に向かって左側に髪の毛が揺れるように設定したいので、ちょっと分割が弱いかな。2×3 にしよう。髪の毛をこう左上に上げるように。こんな感じかな。髪の毛が左上にふわっと上がる感じになれば OK。できたら動きの反転を入れて、左右で髪の毛がふわふわっと揺れるようにしておく。で、髪の毛の横は髪の毛のこの、左横髪と右横髪に設定をしていくので、前髪と同じように左横髪の Z 曲面に横髪揺れの曲面を 2×3 で作成する。で、右横髪の Z 曲面を選んで、右横髪、揺れの曲面を作成する。これで、右髪揺れ、左髪揺れが2つできたので、これを髪揺れ横に3点で通して、前髪と同じように左に揺れたら髪の毛を左側に揺らして
でこの時あんまり平行にならずこう曲面を丁寧に描くように作ってあげると、ちょっとこうカーブをつける感じで曲げてあげると髪の毛も綺麗に揺れるであるよ。同じように反対側にも髪の毛の揺れを入れていこう。もうここまでできるようになったらワープデフォーマーというのもだいぶどういうものかというのが分かってきたと思うでおるので、そうであると期待しつつなのではあるが、あとワープデフォーマーは何回でもやり直しが効くのでな、とにかくざっくり動かしてちゃんとできてるかどうかというのを確認していこう。こんな感じで。あとはツインテールはまた別に動かすか。じゃあ、一回、髪揺れの後ろというパラメーターは、後ろ髪の Z ワープを選んだ状態で、後ろ髪、揺れの曲面を作る。これは 2×3 でいいかな。で作ったら髪揺れ後ろに設定をして、やはり大きく動く部分なのでな、こういったパーツを変形させるとだいぶふわっと大きく動くように見えるので、そしたらこれは対象パーツなので動きの反転で一気に反対側も作ろう。OK。一緒にもうツインテールも動かしてしまおう。でもツインテールもパラメータ違った方が、ここでなんでこうパーツごとにこうやって分けとるのかというと、物理演算の設定をちょっとずつ変えることで、髪の毛の複雑な動きっていうのを自動で再現できるようにしてほしいのでな。それをちょっとできるように今、設定をいじっておるので。じゃあちょっと、ツインテールも動かそうと思ったが、ツインテールのもう髪の毛を入れる設定がないので、その下にパラメータ作成というボタンがあるので、こちらを押して、よいしょ。ここで、よいしょ。ツインテール、揺れという名前にして、でパラメータを、ツインテールにして、で範囲をマイナス1から最大1にして OK を押す。それでここにツインテールの項目ができておるので、でこれは、左ツインテールの、名前が出てこないのワープを押して、よいしょ。2×3 で頭部にして、よいしょ。左ツインテール揺れのワープを作成。で、右ツインテールのワープを選んだ状態で、同じように右ツインテール揺れの曲面を作る。2×3 で作成をする。でこの2つのツインテール揺れ用のパーツをツインテール揺れのパーツに置いて、同じようにツインテールを揺らしていこう。根元が揺れないように、毛先だけ揺れるように気をつけて配置をするようにの。
じである。もうほんとだいぶこの辺のワープメッシュの扱いも多分うぬらも見続けておるとだいぶ分かってきたというか見慣れてきたかもしれんが、一つ一つこうやってな、ちょっと動かしてあげると、だいぶなんていうか思い入れというか、このキャラクターに魂が入っていく過程をうぬらも今見れておるのではないのかな。これでツインテールの揺れも OK である。で、あとはもっと物理演算で動かしたいパーツをこれで動かせるので、ちょっとリボンも動かそう。ので、先ほど体に入れた、このリボンの曲面のところじゃないや、まずはパラメータを作らなくちゃいけないな。じゃあ、ここで、よいしょ。リボン、揺れ、パラメータのリボン、最小マイナス1、最大1で OK。で、これでリボン X 曲面ではなく、新しく、よいしょ、リボン、揺れの曲面を 2×2 で作成。リボン揺れの曲面を選択して、リボン揺れのパラメータに3点のポイントをつけて、同じように左の時の揺れと右の時の揺れをそれぞれつけていこう。まあこれでいいかな。じゃあこれで左右、反転で動きの反転をつけて、これでリボンが揺れるようになったと。で、今回この胴体と足の部分を別パーツにしておったのは、このスカートを揺らそうと思っておったんでな。なのでこの胴体とスカートを選んだ状態で、スカート揺れの曲面を 2×3 でいいかな。あ、でも 2×4 にした方がいいか。2×4 で作成。これで今スカートを動かすための、これでこうやって動かすと、ほら、スカートの表と裏が動くけど、足を、危ない危ないセンシティブになるとこだった。こうやって動かせるようになるので、あとは、揺らす用のスカートのパラメータを作ろう。スカート揺れ。スカートでいいか。スカート。スカートの綴りが合っとるかな、自信がないが。マイナス1、最大1にして。いやー、さすがにライブ 2D を作っとるというそのアーティスティックな時であっても、センシティブになってしまってはいかぬからな。いかぬ。これで今スカート揺れをここのパラメータで作れるようになったので、左に揺れるときには、こうやってスカートをこうやって動かすと、ほら、スカートが前後に動かせるようになったので。じゃあ、これをそのまま反転してできるかな。おう、できた。こんな感じでもスカートの左右の揺れが再現できたわけであるな。これで、まず物理演算を動かすためのそれぞれのパーツができたという状態になる。なので、今回6つ物理演算のパートを使っておるのだが、じゃあ一回保存しておこう。さあ、ここから物理演算、やはりな、ライブツールをやっていて結構つまずくポイントが多いという物理演算ポイントについて説明をしていこう。ただ手順さえ分かってしまえば、誰でもできる簡単な構造で、かつこう動きをリッチにすることができるので、ぜひ覚えてほしいのであるぞ。ではこの状態で上のメニューのモデリングから物理演算シーンブレンド設定を開くを選択してもらおう。するとこんな感じで新しい画面が出ておるのがわかるかな。呼吸のパラメータが前後してすでに動くようになっている。そしてこれ矢印をこうドラッグしながらこうキャラクターを動かすと
リアルタイムでどんな風に動くのかというのをこうやって動かせることができるのかな、こうやっての状態で、まず、ここの物理演算左上にあるグループ名のところに追加というのを押す。で、ここは分かりやすく、じゃあ前髪、今回前髪を動かしたいので、で、入力のプリセットというのがあるので、頭入力。で、髪の毛は長いでいいか。まあ短いにしとくか。で、OK を押すと。するとなんかいろんな、わーっと出てきたがよくわからんので、ここで出力設定。この前髪の出力設定で追加というので、さっき作ったこの髪揺れ前というのを OK を押す。すると、わかるかな、ほら。髪の毛がほら、ふわりんって動いてるのがわかるかな。こんな感じでもうすでに物理演算がこれで導入されたという状態になっている。ただちょっと髪の毛がパサンと動いてるので、もうちょっと動かしたいので、倍率を上げよう。倍率を4倍ぐらいにする。こうやって髪の毛がだいぶワサンと動くようになってる。ただちょっと動きが激しすぎるので、ここの長さを変えていく。この長さというのはセンチメートルだと思ってほしいので、前髪なので15センチぐらいかな。で設定すると、ほら、さっきよりもふんわり動くのがわかるかな。こんな感じでさっきつけた動きが髪の毛に適用されて、こうやって髪の毛がふわふわと動くようになった。でここの倍率はちょっと高めにしといた方がフェイスリグに持っていった時に割と大胆に動くので、そこを意識しておくと良いかもしれんな。よいしょ。ちょっと待ってくれな。ほいほい。この調子でじゃあ次は横髪を動かそう。じゃあ前髪を作ったので次はここの追加ボタンを押して、横髪、にして、入力のプリセットは頭入力、そして物理モデルのプリセットは髪の毛長いにして OK。で、同じようにこれで髪の毛の横髪が選んだので、出力設定の追加で髪揺れの横を選んで OK。もうこの段階でもうこうやって横髪も動くようになったので、また倍率は4倍にして、で髪の毛の長さはこれ前髪と同じなので20センチぐらいにしておこう。このぐらいかな。そしたらこう、前髪とはまたちょっと違う揺れのタイミングになるので、よりこうリッチな感じの動きになるのがわかるかな。ほら。前髪よりもちょっとゆったりと遅れて戻るので、絵的にすごくリッチになったのがわかるであろうかな。で、どんな風に動いておるのかっていうのが、ここの振り子がこう揺れることで、その振り子がどう揺れておるのかっていうのを実は見せてくれとるんだな、これ。前髪の15センチと横髪の21センチで、ここの振り子の長さが違うのがわかると思う。じゃあ次に追加で、後ろ髪を作っていこう。後ろ髪。入力のプリセットは頭を動かすので頭入力。で、物理モデルは髪の毛は今度3段振り子というのを選んで OK です。で、出力したいので出力設定に髪揺れの後ろを選んで OK です。そして倍率もまた4倍ぐらいにしておいて、これでちょっと動かしてみよう。ちょっとバッサン動いとるので、もうちょっと倍率を下げてみようかな。倍率3倍ぐらいにして、こんなもんかな。で、それぞれの長さをちょっと長め、毛先はちょっと短めにしておこう。これぐらいかな。ちょっと収まりがいいな。もうちょい下げるか。こうすると髪の毛がバッサンと動いて、この振り子の部分も3段になっているので、より複雑な演算ができるようになったので、髪の毛のこういう
グワングワンという動きに対して。これは感覚ではあるが、プリセットに入ってある数値だけでもそれなりに動かせるので、ここの数値が長くなると、ゆったりとした動きになる。ちょっと前髪で試してみるか。前髪、今、長さ15センチの前髪は、長さ15センチだと、ふわんと動くが、じゃあこれを5センチにしたら、短いので、こう、戻りもペロン。あんまり揺れが、ゆったりしなくてペロンってなってしまうのかな。なので、女の子の髪の毛のふわっとした感じを我は出したいので、ちょっと長めにして、ふわっとこう戻るようにして。これでだいぶふわりとした感じが出せると思うのであるよ。じゃあ追加で、ツインテールを入力のプリセット頭入力にして、物理モデルは今度は2段振り子にしよう。で、OK。これで、追加でツインテール揺れを選んで OK。倍率もまた3倍ぐらいかな。それで動かすと、こんな感じでまたふわっと動くようになった。もうこれだけでほら頭の物連山がもう4箇所入っとるからな。これはデフォルトのプリセットのままで良いかな。こうやってふわりんと動くようになったの。とやっぱ髪の毛が長いと重たくなる分揺れがゆったりとなるって言った方が分かりやすかったかな、さっき。のほら、ふわんふわんと動くのだ。これで頭の部分はできて、今度は体の部分に行こう。リボンを動かしていこう。追加、名前は、リボン。で、入力のプリセットは、これも頭と連動してるので、頭入力にして、服の軽いでやってみようかな。で、出力設定の追加で、リボン揺れを選んで、OK。出力も4倍ぐらいにしておこう。リボンも。リボンの先がふわりと揺れておるのがわかるかな。これだけでだいぶ胸元というか全体がリッチに見えるようになったと思うので。では最後な、お楽しみのスカートに参ろう。お楽しみなのは魔王だけではないか説はな、あるかもしれないが、スカートの入力プリセット、これも頭の動きから反映するので頭入力で、服の重いにしてみるかな。で追加でスカートを選んで OK。 倍率は3倍ぐらいにしてみよう。ぴっちり綺麗に動いておるのがわかるな。スカートもまたリボンとパラメータの数値が違うので、こうふわんふわんふわんと戻る動きに、またこう全然違うパラメータになっておるので、だいぶ動きが変わったかな。じゃあちょっとランダムポーズで動作を見てみよう。こうやってキャラクターが動くことで、そこに合わせてこうやってキャラクターがの合わせた物連弾が発動するようになってるわけだな。だいぶこう賑やかな感じになったのがわかるであろうか。こうグッと一気に振り向くとブワンと動くのがわかるであるな。そう、もうほとんど 3D のようになっておると言っても過言ではないぐらい2次元の 3D ができておるかの。イラストのように動く3次元的な処理がこれでできたわけであるな。なのでこれでもう表情もついていろいろ動くのでな、もうブワンブワンと動くのである。
これで物連算の設定は完了である。完了したら右上の×を押せばそれで保存状態になっておるので、一回ファイルを保存しておこう。はい、というわけで、なんとライブ 2D キュービズムでの操作はこれにて完了である。これであとはフェイスリグに持っていけば、これを自分で動かすことができるようになるのである。あっという間であったな。びっくり仰天。なので、これからでは、こっからまた一関門。フェイスリグに持っていくにはどうしたらいいの問題を説明していこうと思うであるぞ。もう、そこは簡単な設定で、ファイルから、組み込み用ファイル書き出し、MOC3 ファイル書き出し、MOC3 なのかな ?MOC3 ファイル書き出しというのを選択してもらおう。その前に一回ちゃんと保存しておくようにな。エラーとかバグが万が一起きても大丈夫なようにしておこう。で、MOC3 ファイル書き出しを選んで、この書き出し設定というのをきちんとしなくてはいけない。この書き出しバージョン SDK3.3 キュービズム 3.3 対応ではなく、SDK3.0 キュービズム 3.0 括弧 3.2 対応を選んでおく。最新の 3.3 ではフェイスリグがまだ対応。この、講座を行っている現段階では、2019年8月段階では対応しておらんので、SDK3.0 キュービズム 3.0 対応を選ぶようにしておこう。で、物連算設定ファイル、ユーザーデータファイル、表示補助ファイル。この3つを書き出すように設定しておこう。そして、ちょっとした豆知識。モデルの中心、今 5.0、5.0。つまり、モデルのちょうどど真ん中を、モデルの中心値としてにしておるのだが、モデルの Y を 0.1 から 0.2 に設定しておく。ここ設定したらエンターキーをしておくようにな。そうすると大体顔胸元あたりを中心に動くことができるので、これを持っていくと後でフェイスリグに持っていくときにちょっと中心が楽になるよという設定なので、あとは設定触らず OK を押す。すると書き出す場所を聞かれるので、この最初に作った LD2 レッスンというフォルダの中に L2D レッスン MOC3 を入れて入っていることを確認して保存を押そう。これでちょっと書き出しの間を、数秒ぐらい待っておく。いやー、ここまであっという間のようで長かったのかのもう我としてはいつも通りやっとる作業をこう口で説明するというのはさすがに結構難しかったというか、これで書き出しが終わったので、L2D レッスン3の MO3、ができたな。ここにあるので。ちょっと待ってくれな。一回。これでフェイスリグに持っていくためのデータをこれから作っていくので、新規作成でフォルダを作って、この作った MOC3 と同じ名前のフォルダを、一応作っておこう。で、今回作られたのがこの MOC3、モデル .json のこれと、この4つのデータが作られたので、あとこれか。この新しくできるフォルダが、これがテクスチャーが入ってるフォルダだな。これを同じ名前のフォルダの中に入れてしまおう。よいしょ。で、これを、あとはフェイスリグに持っていけば良いだけなのだが、そこで1個、この L2D レッスンの前に、ICO_L2D レッスンというファイル。これはもう我が事前に作っておいたのだが、こんな感じである。いわゆるアイコンであるな。このキャラクターがどういうアイコンなのかというのが、フェイスリグで分かりやすくするための、アイコンを作っておこう。なので、作ったファイル名に、プラス ICO_ というのを頭に入れておく画像ファイルを作って、これもフォルダに入れておく。で、これを、よいしょ。大事な情報なので、みんなに大きくおすすめ。これである。Steam のインストールされているドライブから Steam ライブラリー、Steam アプリ、コモン、フェイスリーグ、モッド、VP、
PC コモンオブジェクツというフォルダを、探して掘り進んでいってほしいのである。Steam の入っているドライブの中に必ず Steam ライブラリーというフォルダがあるので、そこを開くと今度は Steam アプリというフォルダがある。その中にコモンというフォルダ、そしてコモンのフォルダの中に FaceRig というフォルダがある。その中に MOD、モッドと呼ばれているフォルダ、その中に VP というフォルダ、その中に PC コモンというフォルダ、そしてオブジェクトというフォルダがあると。長い深く深く7つ8つ潜ったこのオブジェクトというフォルダを探して入れてほしいのである。なんか一瞬見えたけど忘れろビーム忘却機を久々に使っておこうのこのフォルダを入れてほしいのである。でそのフォルダにこの、L2D レッスンというフォルダを持っていきたいので、コピーしておこう。このフォルダを右クリックしてコピーを選んでほしい。そして選んだらもうそのフォルダを事前に選んでおるこの PC データ、Steam ライブラリ、Steam アプリ、コモン、FaceRig、モッド、VP、PC カスタムデータ、オブジェクトのフォルダの中に、よいしょ、貼り付けを行うと、あった、ここに L2D レッスンというフォルダが入っているのを確認してほしい。で、ここで、一回、あれであるな、FaceRig を立ち上げるので、ちょっと一回タイトルに切り替えておこう。FaceRig を立ち上げる。で、タイプするんです。でこうやってこれが今、FaceRig を立ち上げた状態になっておる。で、Alt キーを押しながら、マウスホイールを回すと、よいしょ。モデルを近づけて、わーわーわー。でこうやって動かすことができる。まあ、これが我が普段、FaceRig を使って、うならの前に立っておる時の設定であるな。ちょっと UI プラスというのを押して、ここでアバターというのがあるので、これをクリックする。すると、FaceRig に元から入っているデフォルトのモデルの下に、ワークショップカスタムアバターというのがある。ここで、あった。ここに我が作ったモデルのアイコンがあるので、これをクリック。すると、なんとこのモデルが、ここにおるのだ。ちょっと動かしてみような。こんな感じで我が動くと我に合わせてキャラクターも今動いていて喋っているのがわかるであろうか。ちょっと正面向いて、正面というかアップになってみようか。この状態でこんな感じである。羽ばたきだったり目の動きだったり口の動きもバッチリFaceRigに持ってきておるのがわかるかの。ちょっといつもの我の姿ではない姿で喋っておるので、若干違和感があるかもしれんが、ほら、こうやって首の傾きだったり、横見たりも、問題なくできておるな。いやー、魔王。これ、もしかしたらバビ肉しちゃったのかもしれないであるな。で、こうやって笑うと、口も笑うようになるであるし、このぐらい寄った方がわかるかな。寄りすぎた。口も笑うとニコってなる。そしておーからあーあーいーあーいう
おーの口がちゃんと再現されてるな。12個作る口めんどくせえであるって言うとったし、うぬらも、そんなに12個も作るんであるめんどくさいのって思ったかもしれないが、この通り、効果てきめんの口になっておるわけだな。物連鎖もしっかり入れておるから、こうやってちょっと動くだけでもしっかりと、紙の動きがリアルになっておるわけだ。ちょっとスカートもちゃんとできてるか確認しとこうな。ちゃんと揺れておるな、問題なく。ではこれを、よいしょ。ここにも持ってこよう。なんと実はこのタイトル画面にこうやって持ってくるのもできるのか。これ OBS を使って作ったモデルを持ってきてるわけだな。で、こうやると、いわゆる VTuber が配信をしておるような感じで使ったりとか、動画収録なんかで使えるようになるわけだな。ちょっとした裏舞台を見せてしまったわけではあるが。これで、我が、この1部、2部、3部と教えてきた、ベースリーグ超入門講座で教えてきたことが、きちんと反映されておるのが、分かったかの？この後ろに、この素材のキャラクターがおったわけだが、それが、だから3、4時間ぐらいか、のこのライブ 2D の作業を行ったおかげで、このように、器に魂が宿れるようになったというわけだな。こうやって見てみると、難しそうだったり、もう自分には無理だとか、全然そんなのできないよって思ってる方も多かったかもしれないが、実際やってみれば、ちっちゃい作業の繰り返しなだけなのでな、誰だってできることなのであるよ。でもそのためにはどうやったらいいんだろうとか、どうやって動かしたらいいんだろうというのを、今回我が教えたに過ぎないというわけなのだな。ぜひ分かりやすかったのであればよかったである。で、今回、最後にまとめて言っておくが、これまず動かすためには、Live2D キュービズムというアプリケーション、これはフリーでも使えるので、ダウンロードしてほしい。そして、Steam で販売をしておる FaceLeague というアプリと、その中にある Live2D モジュールという FaceLeague の DLC をダウンロードコンテンツだな、を購入して、動かさないとこの Live2D モデルを導入できないので気をつけてほしいのであるぞ。そして今、我がこうやって動かしておるこのモデル。このモデルも PSD ファイルを配布しておるので、この配信動画の概要欄の下の方を見てほしいのである。ちゃんとこう下の方を見てほしいって言ってこうやって、下のこううつむき見たのでこう顔見るようになったし、上も見れるようになったしと。こういう細かい表情だったり、やろうとしていることが一つ一つ再現できるようになったのが、今回の講座での結果であったな。というわけで長時間であったり、あっという間であったり、皆それぞれの感想があるかもしれぬが、今回のライブ 2D 超入門講座、いかがであったであろうか。少しでも自分で動かしてみたい、もしくはいろんなものを動かしてみたい、表現してみたいという方のためにお役に立ったのであれば幸いであるぞ。我はこのように普段お絵描き講座であったり、ライブ 2D を使った講座などを行っておるので、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたしますなのである。ではちょっとこの姿で締めの言葉にはなるのではあるが、ちょっといつもの締めの言葉を言わせていただこう。最果ての地がうならと我をまた引き寄せるであろう。この絵にし忘れるでないぞ。ぬわーはっ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 は。というわけで長時間お疲れ様であった。バイバイである。